おはようございます。今週も人間をやります。 iPhone を立てることができなくなっちゃいました。これがねもうグラグラなんですよ。きつくできひんのかな。うわ無理そう。 iPhone つけんかったらこうやって自立しますね。このケース高いからな、ちょっと買い替えんのはきついよな。今日は月曜日ということで3週間ぶりのワンピース読みます。そろそろ9時になるんで作業します。はい、いつも通りの昼ご飯です。ちょっと Google に書類を提出しないといけないんでこれ書きます。やっと書類が完成しました。これは後で税務署に送ります。で税務署から証明書送られてきたら、それを PDF にして Google に提出するって感じですね。いやめっちゃめんどくさい。でもこれをやっとかないと YouTube の収益が振り込まれなくなる可能性があるんで絶対にやっとかないといけないんですよ。というわけで今から英単語の勉強をします。はい、今から整形外科行ってきます。もう日暮れますね。これで最後や。今日は鮭の炊き込みご飯作ります。これ先週作ったらめちゃくちゃうまかったんですよね。ここに焼いた鮭入れます。かなり味が染み込んでいってますね。わあ鮭でかすぎるか。半分に切ろうかな。切らんと入らんわ。炊けました。確認します。うえーでここにバターですね。混ぜられへん。晩ご飯です。炊き込みご飯とそばとキャベツとポテトサラダです。めっちゃ秋を感じる味ですね。そういえばさっき病院行ったとこなんですけど、もう来んくていいって言われました。でも1ヶ月前から正直何も変わってないんですよ。やっぱ体重かけるとねちょっと痛いもんな。これねもう多分一生治らん気がするんですよね。でも明後日あたりからスケボー再開しようと思います。ポケモンついに全部見終わっちゃいましたね。一番新しいやつ次11月22日に配信されるわ。やっと見れる。おはようございます。今から作業したいと思います。昼ご飯です。これは豆腐と白菜の味噌汁ですね。ポケモンは全部見終わったし次はワンピース見ようかな。遊戯王もあんねんな。ナルトもハンターハンターもあるし、ちなみにナルトはね僕漫画26巻までしか読んでないんですよ。とりあえずワンピース見るか。昼寝したんで今から英単語の勉強します。はい、こちらプロテクター買いました。これが多分肘用でこれが膝かな。でこれが手首のプロテクターですね。はい、明日からねスケボーやろうと思います。ただ外でやるときは手首のプロテクターだけはつけよう。肘とか膝はスケートパークで初めて滑るってなった時に使うわ。絶対にね一番守らなあかんの手首なんですよね。いやもうマジで怪我したくない。これどうやって使うん？使い方がわからんな。こうか。ああいいっすね。いやここマジでここが一番怪我するから、これやったら絶対に擦り傷ができることはないですね。やっぱりこけてこうついた時にね怪我するんで。このキムチ鍋めっちゃうまかったんで今日もこれ食べます。キムチ鍋完成しました。うまそう。海外版の遊戯王日本のやつと BGM が違うのがかなり微妙。
いや、ワンピースとか遊戯王はね、やっぱりポケモンよりはちょっと難しいですね。自分が子供やった時のことを考えるとわかるんですけど、僕ワンピースとか遊戯王を見始めたのが8歳か9歳の時やったと思うんですよ。ポケモンを見てる5歳の子供っていうのはいっぱいいると思うんですけど、ワンピース見てる子はなかなかいないと思うんですよね。多分見てても内容あんま理解できないと思うんですよ。やっぱポケモンよりちょっと難しいんで、そう考えるともうちょい難易度下げた方がいい気がしてます。だってもう8歳児ってもう誰とでも意思疎通できるレベルですからね。相当レベル高いんですよ。今の僕には5歳児がギリギリ理解できるレベルのやつを見た方がいい気がするんですよね。やっぱ難しすぎると良くなくて、ちょっと負荷かけるぐらいがいいんですよね。うどんです。鍋食べるとうどん食べたくなるんですよね。おはようございます。めっちゃ寝た。ほんのちょっとヨガやっただけでめっちゃ暑い。久しぶりにやったから結構きつかったわ。やっぱ手首にね、体重かかると痛いわ。T シャツこんな感じで破れちゃいましたね。いや、これ原因はね、間違いなく乾燥機のかけすぎですね。この服買ったのが去年の3月やったんで、丸2年持たんかったか。乾燥機かけると服ほんまに傷むんで、乾燥機ね、多分200回以上はかけてるんですよ。で、前にも違う服破れたんですけど、その時も全く同じ場所で、この首の後ろのところが破れますね。破れるっていうかね、ここの糸がどんどんほつれていくんですよ。だってこれ見てもらったらわかるんですけど、生地自体はめっちゃ綺麗なんですよね。もうここの糸が全部抜け落ちちゃってるんですよ。いや、でもこの T シャツの生地はね、めちゃくちゃいいと思います。で、こんだけ長い間着ても首元全くよれてないですからね。こんな T シャツ初めてですよ。いや、ほんまにね、乾燥機かけんかったら一生着れるんじゃないかっていうぐらい質がいいですね。昼ご飯です。今日はめっちゃ天気いいんでスケボーしに行きたいと思います。今日は完全に雲一つない快晴です。気持ちいい。ここの木枯れんの早っ。こんな平日の昼間にスケボーしてるおっちゃんがおるわ。珍しい。というわけで久しぶりのスケボーやりたいと思います。今日で6回目ですね。久しぶりに乗ったらバランス取るのめっちゃ難しい。乗り方忘れてる。暑っ。 T シャツ短パンでも全然いけたな。そしたら帰って英語の勉強します。久しぶりにスケボーやったんですけど、めっちゃ難しかったですね。いや、でも昼間に外出んのめっちゃ気持ちよかったです。天気も最高やし。そしたら英単語やります。 Fluid. I can't really take anything he says seriously because his opinions are so fluid. Constantly. Is it normal that I constantly feel like going on vacation? Vacation? じゃない。Vacation 聞こえるな。For a skinny guy, he manages to observation hockey. One of my favorite science classes this semester was the observation of plants doing photosynthesis. I think the scene where the ship sinks is the best part of Titanic. めっちゃ早口言葉みたい。晩ご飯食べる前にアボカド食べます。めっちゃ熟してる。晩ご飯今日も鍋です。今日もめちゃくちゃ天気いいですね。最近舞茸200円とかしてたんですけど、今日は99円で買えました。昼ご飯です。アボカドがあるだけでめっちゃ豪華。スケボー行く前にこのネジを緩めたいと思います。というのはね、今これかなり硬いんで曲がりにくいんですよね。ちょっとだけ緩めよう。こんなもんでいいか。乗りながら調整します。今日も昼間はめちゃくちゃあったかいです。よし、今日はスケボーしてる人誰もおらんわ。土日はめっちゃスケボーしてる人多いんですよ。気持ちいい。とりあえず骨折する前のレベルぐらいには戻ったと思います。でも骨折前の方がもうちょいバランス取れてた気がする。
一生この気候がいいな。気持ちよすぎる。ちょっと冷蔵庫掃除します。牛乳のせいでねめっちゃ汚れてるんですよね。あ、なんか消えた。これ見てもらったら分かると思うんですけど、白い汚れいっぱいついてるじゃないですか。これね牛乳なんですよ。牛乳ちゃんと蓋閉じててもなぜかめっちゃこぼれないですか。牛乳パックの下の方とかなんか牛乳めっちゃ漏れてるんですよ。あれどっから漏れてんの。なんかどう頑張っても汚れるからもう放置してたんですよね。で僕冬の間はカフェラテじゃなくてホットコーヒーしか飲まないんで、もう牛乳はしばらく買わないです。これ外れんのか。あ、これ外れんねや。あ、外れるんやったら洗おう。これ全部外れるんか。あ、全部外れますね。冷蔵庫の中めっちゃ綺麗になりました。気持ちいい。今から英単語の勉強をします。で、今日からこの構文集もやっていきたいと思います。今日の晩ご飯は月曜日に作った炊き込みご飯です。今ワンピース見てるんですけど、この本で出てきた表現が早速出てきました。いや面白いな。冷蔵庫の中がめっちゃ綺麗に整理されてて気持ちいいですね。昼ご飯です。今日明日明後日はちょっと天気悪いですね。はい、今から2時間ぐらい単語帳をやります。このダウンジャケットをクリーニング出しに行きたいと思います。これ2年前に買ったんですけどまだ1回もクリーニングしてないんですよね。僕来月は1ヶ月フィリピンに滞在するんで、フィリピンに行く前にクリーニングを終わらせておかないといけないです。家の近くのクリーニング屋に出しに行きます。ネットのクリーニング店とかもあるんですけど、これを送るための段ボールがないんで、もうそれを調達するのがねちょっとめんどくさいです。スーパーの隣にあるクリーニング屋行きます。ここやとウェットクリーニングっていうのをやってないみたいなんでダメでしたね。やば、このキムチ鍋の素99円やって、うまいんかな。この298円のやつはめっちゃうまいんですよね。はい、こちら98円のキムチ鍋ですね。ニラを入れて完成です。ニラって全く煮込まんでもいいんかな。うまいんかな。見た感じねなんか味薄そうなんですよね。手上げレッタキャース。やっぱりちょっと味薄いですね。まあでも全然食べれるレベルではある。ワンピースのセリフと字幕結構違うんですけど、ランゲージリアクターに課金したら実際のセリフの字幕見れるようになりました。字幕が2つあって、これはネットフリックスの字幕で、こっちは課金したら見れる方の字幕ですね。知らん単語はちょいちょいあるんですけど、難しい単語そんな使われてるわけじゃないのに何言ってるか全然分からへん。ポケモンより明らかに難しいわ。いやこれ英語無理。英語むずすぎるって。ワンピースをほぼ理解するのとかこれ一生できる気がせえへんねんけど、バケモンすぎるってこれ。一旦ディズニーアニメ見るか。おはようございます。30分散歩します。今日も天気悪い。いつ雨降ってもおかしくない天気や。明日の動画全然完成してないから今日はかなり作業しないといけないです。動画が長いと編集めっちゃ時間かかんねんな。当たり前やけど。動画編集全くせずに英語学習を効率化するための作業だけやってました。5時間ぐらいやったのに全然うまくいかんかった。全くやり方が分からへん。磨くっていうやつを使って一瞬で自分オリジナルの単語帳を作る方法があるんですけど、全然やり方分かんなかったです。こんな感じで一瞬で単語帳を作れるんですよ。しかもネットフリックスとかの音声をそのまま使うことができるんですよね。それがめっちゃいいなと思ったんですけど、結局使い方が全然分からへん。課金したのに。晩ご飯めっちゃ遅くなりました。今日も鍋です。今日は間食は全くしてないです。ほんまに昼ご飯食べてから何も食べてないですね。約10時間ぶりの食事になるんですけど、血糖値をフラットにしておくとほんまにお腹全然空かないんですよね。前からかなり長時間何も食べずに活動できます。いやちょっと明日投稿する動画の編集がめっちゃ大変でかなり時間かかりました。今週はもっと作業時間増やすべきやったわ。おはようございます。どんどん起きんの遅くなってる。11月に入ってからビタミン D3 のサプリメント飲んでます。これはね毎年飲んでますね。僕日光かなり浴びてる方ではあると思うんですけど、それでも飲んだ方がいいなって感じますね。ソニックのアニメ見たことないし見てみるか。
はい、というわけで今から作業していきます。で、今日アップする動画の字幕をつけていくんですけど、これがね結構大変なんですよね。今字幕5カ国語つけてて、日本語、英語、スペイン語、中国語、韓国語つけてるんですよ。だいたいそうやな、今からやって多分3時間ぐらいはかかると思います。ちなみに僕日本語字幕つけてる理由は日本人のためじゃなくて、日本語を勉強してる人のためにつけてるんですよ。というのはね、やっぱり日本語の自動生成の字幕ってめっちゃ精度低いんですよ。だからちゃんと自動生成じゃなくて自分で作ってるんですよ。そっちの方が明らかに見やすいですからね。やっと字幕つけ終わりました。ちょうど3時間ぐらいかかりましたね。いや、字幕つけんのね、ほんまは外注できたらいいんですけど、できない理由があるんですよね。というのは僕 YouTube に動画をアップロードしてから字幕つけてるんじゃなくて、もう編集の段階で字幕つけてるんですよ。でこれ編集中の画面なんですけど、で上側が字幕で下側がテロップですね。一応 YouTube にアップロードしてから字幕つけることはできるんですけど、それやとねもっと大変なんですよね。さあ、動画の書き出ししてる間に食材買いに行くか。最近動画の書き出し1時間ぐらいかかるんですよね。鍋作りました。これ晩ご飯です。今3時やって、めっちゃ中途半端な時間。夜まで何も食べんでもよかったかもな。そしたらソニックのアニメ見るか。ソニックはねレベル的にはポケモンと一緒ぐらいですね。で、半年ぶりぐらいにこの暗記を使って単語帳を作っていきたいと思います。半年前はこんな簡単な単語も分かってなかったんや。やっと動画の書き出し終わった。今までで一番時間かかりましたね。4時間ぐらいかかったんじゃん。せい、字幕の翻訳も全部終わりました。いや、今日マジで作業大変やった。疲れた。鍋の残りで雑炊作ります。醤油と鶏ガラスープの素入れます。塩別に入れんでいいけどな、十分味濃いし。ちょっと味見してみよう。うまっ。やばいって、米の量が明らかに増えてんねんな。海苔入れすぎた。いや、そうでもないか、ちょうどいいぐらいや。めっちゃ熱いかなこれ。うまっ。味付け完璧です。はい、というわけであとは歯磨いて寝るだけなんで、そろそろ終わりたいと思います。いや、この2日間結構不本意でしたね。原因は動画編集ですね。で、今週はようやくスケボー再開できて、明日から晴れの日は毎日やろうと思います。でも土日は人が多すぎるんでやらないですね。で、英語の勉強に関しては直近の目標ができました。ワンピースを字幕なしで8割ぐらい理解できるようになるっていうことですね。ワンピースほんまに難しいねんな。今の僕のレベルやと結構負荷高いです。前からワンピースも見つつ、ソニックも見ようかなと思います。とりあえず半年ぐらい見続けて、なおかつ単語も覚えていったら、多分かなり理解できるようになると思います。もうシンプルにわからん単語が多すぎる。ワンピーススラングも出てきたからな。どうしてもワンピースで勉強したい。それはやっぱワンピースがおもろすぎるからなんですよね。てか僕日本語ネイティブでよかったなって思うのが、ワンピースを日本語で読めることですね。もちろんアニメを見れるっていうこともですけど、やっぱ英語の勉強してると日本語の良さにも気づいたりとかするんですよね。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。